第一次世界大戦が勃発すると、戦場となったヨーロッパでは各国が大きな被害を受けました。しかし一方で戦場とならなかったアメリカはヨーロッパにお金を貸し、その利子により大きな経済発展を遂げていきます。こうして第一次世界大戦後の世界では多額の賠償金を支払わなければならないドイツにアメリカがお金を貸して、そのお金によってドイツは経済復興を進めてお金を稼ぎ、そのお金をイギリス、フランスに賠償金として支払い、イギリス、フランスはそのお金をアメリカへの借金返済に充てるという循環が出来上がりました。こうして空前の好景気となったアメリカでは、自動車や洗濯機などが飛ぶように売れるようになり、企業もそれらの商品を大量に生産するようになっていきました。するとアメリカ国内では株式投資が大流行。アメリカ国内の株がどんどん上がるため、ヨーロッパに投資していたお金を引き上げて国内に投資する流れが出来上がっていきます。ところがヨーロッパの資金が引き上げられると、ドイツは経済復興を進めることができなくなるし、ドイツが経済復興を進められなくなると、イギリス、フランスがアメリカに借金を返せなくなります。世界にはだんだんと不穏な空気が流れ始めていました。ではこの頃のドイツの賠償問題はどうなっていたかというと、アメリカの財政家ドーズが提案したドイツの賠償金の総額はそのままにする。しかし5年間は支払いの一部を延期する。その間にドイツ経済を立て直させて、また5年後に支払わせていくということになっていましたが、これでもまだドイツの負担は重かったため、また別の財政家ヤングがドイツの賠償金の総額を358億金マルクまで削減しよう、さらに返済期間も59年に延ばそうという新たな提案を行いました。こうしてドイツの負担はかなり軽減されたのです。しかしこのヤング案をよく思わない人物がいました。ドイツ国家人民党やナチ党などの右翼政党です。ドイツ国家人民党の党首はそもそも賠償金を支払う義務はないと考えており、ヤング案の受け入れに反対。しかも彼は新聞や映画などの産業で独占的な支配者だったため、メディアを利用してヤング案反対のキャンペーンを実施していきます。ヤング案はドイツ民族を以後59年間にわたり奴隷にするものだ。こんな案は受け入れられない。賠償金は支払わないでいい。そのように主張したのです。最終的にこの主張は国民に受け入れられませんでしたが、このヤング案反対運動でヒトラーは先頭に立って知名度を上げ、ナチ党が存在感を増すきっかけになりました。そんな時、資本主義体制の安定が崩れる出来事が起こります。世界恐慌です。アメリカ経済の中心ともいえるニューヨーク株式取引所で株価の大暴落が発生。ウォール街は不安と恐怖に包まれた人々でいっぱいになり、大量の失業者が発生しました。その影響は世界に広がっていき、多くの国が不景気に陥ります。もともとギリギリの状態で成り立っていた世界の安定が一気に崩壊を始めたのです。こうなると世界中の国々は自分たちの国を守ることで精一杯です。戦勝国として経済的に優位を得ていたアメリカや植民地支配を維持していたイギリス、フランスは自分たちの国を守るために自分の勢力圏に閉じこもるような政策を実施。ところが敗戦国として賠償金を押し付けられたドイツや領土拡大の希望をくじかれた日本やイタリアという国々は勢力圏が弱いため大きなダメージを受けました。特に戦後の混乱から立ち直ったばかりのドイツにおける被害は甚大で、アメリカをはじめとする国々がそれまでドイツに投資していた資金を引き上げたことにより、景気は一気に後退、失業者が増え農村が疲弊していくなど、ドイツ経済は再び大混乱に陥ったのです。この世界恐慌に対応できず、当時のドイツの内閣は総辞職。そうなると新しい首相を選び内閣を組織しなければいけません。ところが首相を選ぶ立場の大統領であるヒンデンブルクは、議会制民主主義はこの緊急事態に対応できない、力強いリーダーが国を引っ張っていくべきだと考えて独断で首相を選ぶようになっていきます。こうして首相に任命されたハインリヒ・ブリューニングは緊縮財政とデフレ政策および増税によって事態を乗り切ろうとしていきますが、ヒンデンブルクの独断で首相に任命されたため議会からの支援はほとんどありません。そうなると議会運営が難しくなり、次第に首相のブリューニングは大統領のヒンデンブルクに頼るようになっていきます。
当時のドイツでは大統領が緊急事態に際して政策を公布することができたのです。そうなると政治は議会をそっちのけで大統領と首相だけで完結するようになり、議会の存在意義はなくなっていきました。とはいえ大統領も万能ではありません。大統領が緊急令を出した場合には速やかに議会に報告しなければならないと決められていたし、もしもその報告を聞いた議会が認めなければ緊急令は直ちに無効になるとされていました。そして実際にブリューニングがヒンデンブルクに頼んで出してもらった財政に関する緊急令が議会によって否決されるという事態が起こります。これに対抗してブリューニングは議会の解散を宣言、総選挙に打って出ました。選挙となると国民の投票が重要になってきます。ところがこの頃の国民たちは戦後復興の光が見えてきた中で再び生活を破壊されたことにより希望を失っていました。もう議会制民主主義は終わりだ、議会は必要ないんじゃないかと考える人も増えており、議会はいらないと主張している右翼のナチ党と左翼の共産党を支持するようになっていきます。こうして行われた選挙ではナチ党が得票率を上げて大きく勢力を拡大、社会民主党に次ぐ第2党に躍進したのです。ところがこの選挙の際にナチ党内部では問題も起きていました。突撃隊です。ナチ党が武力闘争を放棄したことにより、ナチ党の武装組織である突撃隊内部では不満が高まっており、選挙の候補者リストに突撃隊員を多数載せろと主張する人々が現れていたのです。しかしヒトラーはそれを拒否。これに起こった突撃隊は反乱を起こし、ナチ党の事務所を襲撃、警察の介入を招くような事件を引き起こしました。この内部分裂の危機を受けてヒトラーは、やはり突撃隊にはレームが必要だと考えて、彼を呼び戻して突撃隊を抑えることを依頼。こうして突撃隊はレームの下で結束を固めていきます。何はともあれ選挙で躍進したナチ党では、この選挙に手応えを感じたヒトラーがついに政権奪取に向けて動き始めます。大統領が任期満了を迎えたタイミングで大統領選挙に立候補したのです。これはバイマール連合にとって脅威です。ヒトラーの当選は何としても防がなければならない。そう考えたバイマール連合は候補者を出すことはせず、ヒンデンブルクを支持して票を集めようとしていきます。こうして1回目の投票が行われますが、この投票では過半数を獲得する人物がいなかったため、2名の候補者が辞退した上で2回目の投票が実施されました。最終的にヒンデンブルクが約1936万票、ヒトラーが約1342万票という結果に終わり、ヒンデンブルクが再び当選。しかしヒトラーも善戦していたことを受けて、ナチ党はやはり手応えは本物だ、我々が政権を取ることもできると考えるようになっていきます。そしてついにナチ党は次の国会議員選挙で 37.4% の得票率を獲得し、最大勢力を誇る第1党となります。しかもこの選挙では共産党も 14.6% の票を得ていたので、ナチ党と合わせると 52% となり、議会はいらないと考える勢力が過半数を占める状況になりました。こうしてついに議会制民主主義が国民からの支持を失い、ヒトラーが権力を掌握する基盤が出来上がったのです。